は。よし、今日はスタートちゃんとできた感じがします。なるさん、こんばんは。いつもありがとうございます。今日はね、ちょろっとだけ雨が降りましたけど、あんまり降ったらちゃ入んないかな。曇りっていう感じで、曇りちょろっと、昼間は雨降ったのかな、ちょろっと。ちょっとだけ涼しい感じがしますね。いつものムワッというのがないかなっていう感じがします。扇風機だけで十分かなっていう状態にいますね。もうこのくらいじゃないと、本当雨降ってくんないとね、いろんなものが枯れてるんですよね。枯れないのは雑草ぐらいで、あとはパパイヤもできないし、なんかマンゴーも少ないってやっぱり言ってましたね。だからお裾分けが今年はあんまりないんじゃないかななんて。マンゴー美味しいんですけどね。今日昨日かバナナを結構もらったんですけど、こんなにもらってどうしようと思ってたら、昨日20本はないのかな、十何本あったんですけど、そのバナナがペロッとなんか食べちゃって、今もうなくなりましたね。小さいバナナですごい甘くて美味しいやつだったんですけど、あんまりね、小さいバナナって美味しいっていうイメージがなかったんですけど、あれは美味しかったです。いや、しかし暑いわな、やっぱり。ちょっとこうドアを調子に乗って開けると暑いです。調子に乗って今ドア開けてたんですけど、ちょっと暑いな。ちょっとあっちを閉めとかないと暑くてしょうがないかもしれない。ちょっとね、風邪ひいたみたいだったんですよ、昨日。なまるさん、こんばんは。ありがとうございます。いつも風邪気味、ちょっと風邪気味ですね。ナバルさん、昨日寝たでしょう。昨日じゃない、一昨日だ。一昨日もまた寝てたでしょ。音楽の後寝てた、もしかして。音楽で起きてくれたのに寝ちゃったかな。あの後ね、すぐっていうか終了になりましたけど、喉がね、ほんとおかしい状態でいるんですよ。テイストオブマリアナのちょっとだけなんだけど、雨に打たれて、雨で、ナバキさんやっぱ寝たんだ。雨で風邪ひいたのかな。そこまでやわじゃないと思うんだけど、ちょっとね、雨に打たれてちょっとびしょびしょになって、そのまんまカメラ回してたから、ビデオ回してたから、それでかなとちょっと思うんですけど、どうなのかなって感じで。昨日はね、ガラガラで、本当に声がガラガラで、ちょっと声出なかったから配信できなかったんですけど、今日はちょっと大丈夫と思ってやり始めましたね。もうすぐですね。なるさん、もうすぐだよね、サイパン来るの。
違ったっけ？違ったっけ？返事してくれないな。もうすぐ行きました。行きますの間違いじゃないの。行きますの間違いじゃないの。ね、行きましたはもうまだこれからでしょ。これからサイパンでしょ。だって行きます。あ、そうだよね。もうすぐ行きましたって言ったらびっくりしちゃう。もう26日だもんね。だって今月末ってもう末だよ、末。そろそろいろんなこと決まったのかな。何やるか決まったのかな。どうなんだろう。これラグがあるからな、どこまでさっさと喋っていいのかよくわかんないんだけど。あ、ダイビングやるつもり？あ、そうなんだ。ダイビングどこでやるんだろう。決まったのかな。まあね、今の時期もしかしたら万歳とか入れるかもしれない時期だし、もう入れるよね、5月の末。風がなければね、万歳クリフとかナフタの岬とかいいとこ行ける時期なんで、5、6、7月ぐらいまで、3月末ぐらいからね、風が落ち着くと行ける時期だからね。私はね、万歳でジンベエザメ見てるんで、6月だったかな、あれ。万歳とグロットでジンベエザメ見てるんで、グロットはねとてもいい場所なんだけど、階段ちょっと嫌なんですよね、私的にはね。階段つらいから、できればボートダイビングで行きたいなっていう人でしたね。ボートで外から万歳1本目行って2本目にグロッと外からとかね、そういうのだと楽なんですけどね、いいとこ潜れる時期だから、ダイビングもやってみて女の子3人だよね。女の子3人でやるの、ダイビング。どうなんだろう。このラグがねどんだけあるのか分かんなくて、ちょっと困っちゃうんだけどね。まだタイミングっていうものをつかめないからさ、申し訳ないんだけど。ビーチダイビングで若いからね、なるさん若いんだよね。若いからビーチ階段降りてってもいいかもしれないけどね。そうなんだね。もう申し込んだのかな。階段嫌です階段嫌なんだ。じゃあボートで行ける時期かもしれないから、まあボートで行くところがあれば
どこのショップも頼んだかわかんないけど、そのショップさんがね、ダイビングボート持ってれば意外とリクエスト聞けると思うから、3人ともやるの？ダイビング、まあなるさんとばっかり喋っててちょっとなんかあれなんだけど、3人ともやるのかな。3人の女の子ならね、3人だからどこでも行けると思うけど、リクエストをすれば。あ、ごめん、なるさん2人だけなの。2人だけ。そっかそっか、2人だけダイビングやるんだ。なるほどね。まあほんとダイビングにはいい時期だからいいと思うよ。グロットとかも綺麗だと思うし、そろそろ光が綺麗に入る時期だとも思うし、楽しんでくれればなと思います。安全にね。安全に遊んでくれればと思いますよ。ちょっとな、声、喉がほんとバリバリ言ってるって、なんていうのこれの、ガリガリしてる。未来んち行きたいです。未来んちはだから掃除覚悟なら来ていいよって言ってるじゃんだから無理だって、本当にまず無理なんですよ。もう本当にね、えらい状態になってるんで、人を呼べるとかなんとかっていう問題じゃないんですよね掃除するならっていう感じ、掃除しに来るようなもんになっちゃうから、ホテルで楽しんだ方がいいですよ、いいホテルも泊まるんでしょ今回は。だからあの辺だったらもうホテルを満喫してもらいたいよね。いいホテルに泊まるんだからさ、やっぱり海の目の前のホテルとかだともうお外で遊んで帰ってきて外に出ないくらいでもホテルの中っていうか景色眺めて、そこでお酒ね、なるさんの好きなお酒を飲んで、それだけでね多分ね時間なくなると思う。サンセット見たりなんだりしてると、夜は夜で綺麗だし、そういうのだけでね多分ね時間なくなると思うんですよ。うちに来て掃除してる場合じゃないですやめた方、うちは来るのはやめた方がいいですね。そういえばね、今日はそうそう、まずこの動画どうやって出すんだっけ、どうやんだっけ、あれ違ってこっちかちょっと待ってね海のね動画をお借りしたんで、違う、もう何やってんだ私、
まってね、落ち着いてってまた言われて、落ち着きます。はい、落ち着きます。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。落ち着いてはいるんだけど、動画がいっぱい入りすぎちゃってね、この画面にどれがどれだかよく分かんなくなってきちゃった。ちゃんと名前を書いてこうあれしてないんだよね。もうその時に急いでるから1、2とかやって入れてるからもう後からこうやって見るとなんだか分かんないんだよね。ファイル名をね保存する時に1、2とか333とか適当なことをやってるもんだからなんだか分からなくなっちゃってるっていうのが実際なんですよね。まずはこっちの動画からね、あれこれちょっとこれかなあ、違うこれ違うこれ昨日のだね。昨日じゃない、一昨日か。一昨日のだったね。今のが間違えました。いやー、こうやってやっちゃうと分かんないわ、本当に。なんてことだよ。どうしよう。全部押してみる。カンでしかなくなってきちゃった。なんかこれね、これだ。あ、違う、猫だ。間違えた。違うな。落ち着いてんだけどさ、どこ行っちゃったのって感じで、その人が先生になってなんかね、政府のもとなんかやるらしい。なんかばっかりでちょっと分かんないんですけど、人工呼吸とかそういうトレーニング、そういうトレーニングみたいなのを6月にやるなんて新聞に先日書いてありましたね。今ね、こういう講習も始まってるらしいんですよ。スペアガンのプロフェッショナルっぽくなるやつ、詳しくはね後でリンクを説明書きのところに書いておきますから、そこから見てもらえるといいんですけど、この女性の方もね、スピアガンの講習を受けてるらしいです。今こういうね、スピアガンをこう使うにあたっての講習みたいのもあるみたいで、これいいよね。自分でついてお魚食べれて、そういうお魚食べれるのがいいなと思って、何がいいってその辺がいいなと思ってますね。自分で潜っていかなきゃなんないから、タンクなしでそれはちょっとね、向き不向きはあるかもしれないけど美味しそうだよね。おじさんだかな、今のは。美味しそうなお魚を食べれるっていうのがちょっといいなって。自分で取って、釣りで取ってもいいんだけど、釣りでこういうの釣れんのかな。その辺から釣りよくやってる人がいるんだけど、その防波堤みたいなところからあれで釣れんのかな。大きいものっていうかお魚みんな食べれるだろうけど、
食べれるサイズのものが釣れんのかなって、どうかなっていつも思うんですよね。なんかちっちゃい小魚3センチとか4センチぐらいのをピコピコいっぱい釣ってる人は結構いるんですけど、あんなの3センチか4センチのってどうやって食べるんだって感じで、なんか煮込んで食べるのか、全部フライにしちゃうのか、そういうんじゃなくてね、お刺身とかそういう感じで食べれるものがね、これスピアフィッシングだとなるだけ大きいものじゃないとバラバラになっちゃうもんね。ついたら小さいものだとバラバラになっちゃうから意味なくなっちゃうもんね。お刺身食べれていいなって感じですよね。海の中で調理しちゃうんだね、こうやって。鱗取って調理しちゃうんですね。こういうなんか作り方とかも教えてくれるコースがあるみたいなんで、ぜひぜひね、後で概要欄に貼っときますから見てみてください。お借りしたんで。あとね、海の動画もあるんだけど、どっか行っちゃったんだけどね、ちょっとどこ行ったのって感じで、ちょっと私はね今日ね一番気になるのはやっぱり50万ドルの出資じゃない、救済あれどこに使うのって、救済のユツ2018年に2018年の10月にね、台風ユツっていうのがあったんですよ。もうカテゴリー5で最大級クラスのもうスーパー台風、めちゃくちゃ怖かったやつね。で空港とかももちろん空港も住宅ももういろんなところがねメタメタになっちゃった、ズタズタになっちゃった台風なんですよ。本当にあの台風で被害を受けたところはねかなり多いと思うし、うちなんかでも全然電気来なくなっちゃったり、電気止まっちゃったり。あ、小太郎さんこんばんは、お久しぶりです久しぶりです。いつもありがとうございます。元気してますか？私はちょっと昨日風邪をひいちゃったみたいですちょっと喉の調子がね昨日良くなくて、昨日は休んじゃったんですけどね。女の子はお魚さんが苦手な人もいるだろうから映像変えときます。そうゆつのね台風ちょっと待って、水飲むわ。これは今のガラパンですね。喉がおかしい。で
でね、その台風でめちゃくちゃになっちゃった後にアメリカ本土から救済資金としてね、補助金が出たんですよ、サイパンに。復興のために使ってくださいっていうお金がいくら出たって言ったっけな、かなり出たんで2億5000万ドルぐらい出たんですよね、確か。でそれは復興のために本当に電信柱のなんだの、もう住宅の補修なんとかにいろいろ使われたみたいなんですよ。うちも申請はしたんですけど全くその後何の連絡もなく、一銭ももらえないまま終わりましたけど、で、2025年になって今年に入ってから残りの予算その時に使わなかった予算を観光に使うっていう動きが出てきて、それはいいことなんだけどね、観光が復興するために使うっていうのはもちろんいいことだと思うんですよ。でもその使い方にちょっと疑問符が、クエスチョンがピッピッとくるんですけど、韓国プロモーションのための広告会社を決める入札を1月に行ったらしいんですよ。入札をっていうか募集を1月に行って、で入札があったらしいんですよね。それをなんか分かんない間に終わったんですけど、で誰がどうやってどう応募してどう選ばれたのかは全然公表されてなくて、今回のマニャガハ島と一緒ですよね。マニャガハ島も入札応募しますよって言って応募されてるとこがありますよみたいなことを言っているんだけど、全然昔はね JTB さんどこどこさんが入札入ってますみたいなのが公表されてたんですけど、全く公表されてなくて、マニャガハ島しかりここの今回のその観光プロモーションのための広告会社は1月に応募して、入札されましたっていうのがこの間新聞に載ってたんですけど、誰が応募してたのって感じなんだけど、どう選ばれて最終的にどう選ばれたのかもよくわかんないんだけど、で選ばれたのがなんでかわかんないけどオーストラリアの会社で契約金がなんと50万ドル。ちょっとびっくりしちゃうんですけどね、この辺ね。オーストラリアっていうだけでちょっとびっくりしちゃうんですけど、その選ばれた会社がなんでオーストラリアなのかなっていうのもあるし、50万ドルですよ。どんだけ何をやってくれるのかわかんないんですけど、50万ドルって言ったら今日本円で言ったらいくら、もう1億近い金額でしょ。その金額を今日本でもし日本とか韓国で、日本の今フジテレビさんなんか特に出た小太郎さんが出たなんだっけ、言えない、ちょっと待って、出た補助金バブル、台風&コビッド-19様々って、いやバブルじゃないって、私とかには一切もらってないんだって、バカ太郎さん全くもらってないんですよ。50万ドルだよ、50万ドルでもこのわかんない、意味のわからないけどオーストラリアの PR 会社に50万ドル支払うんだって。それって妥当って思うわけ。
だって今日本のね、民放にね、例えばスポットで1本 CM 出すなら安ければ30万ぐらいから100万前後、制作費込みだとしたってね、5本ぐらい作って500、600万でしょ。韓国も大体そんなようなもん。韓国の方がもうちょっと安いかなって。だからそれ考えると50万ドルってどれだけ高いかわかるよね。でフジテレビとか今出すよっていう感じで、フジテレビ系の制作会社に頼んだらもうちょっと安いんじゃないのって感じだね今ね。フジテレビさんちょっと CM ないから坂上王国とかだっけ、あれフジテレビじゃなかったっけ、あの辺のところに絡めて出せばすごい宣伝にもなるし、今の状況だとね、あの辺の枠が空いてるなら、とにかくね今 AC ジャパンばっかり流してるわけだから、そういうところにちょこっと入るとかすれば結構安く出来上がると思うんだよね。今日本なんかだったらそれが50万ドルよ。50万ドルどこまでのPR のものを作って、これ YouTube だけとかって言ったらちょっと愕然としちゃうけど、日本にCM であげたり韓国に CM であげたりしたって本当こんな50万ドルなんか絶対かかんないわけだからね。まあそれはそれとして、でもそれだけ払う余裕があるならまずサイパンの土台を直してからじゃないのと思うの。結局観光客を呼びたいならまず安心してさ歩けるような街にしてほしいと思うし、私なんかも住んでる人間、投資してもうお店をやってる人間たちがもっと安心して、でこれって復興の災害時の安全確保っていう名目ならもっといろんなことができると思うんだよね。例えば治安を良くするにあたって警察官を増やすとかそういうところにはこのお金使えないのよね。で防犯カメラの設置とかそういうのもそう言っちゃうと使えないんだけど、防犯カメラを作るために防犯カメラを危なくないためにつけますよとかそういう風に言っちゃうとこのお金は使えないけど、でも防犯カメラの設置とか避難誘導用の LED とかそういうものを、あとソーラー式の電光掲示板とかさ、災害時用の情報スピーカーとかなんかそういうもの、災害時の安全確保っていう名目ならこのお金使えるのよ。だってそれ治安のためにもなるし、もちろん災害復興の名目にもなるわけ。そういう考え方なんてしないのかなと思うんだよね。実際整備なら申請も通ると思うし、サイパンの安全に何よりつながることね、避難ルート用の監視カメラですよって言えば防犯カメラがつけられるし、停電時用の避難補助ですよって言えばソーラー LED の街灯がつけられるし、あと弱者支援、避難所のモニタリングシステムとかって言えばそういうチームも作れるわけじゃない。あと情報共有用の電光掲示板スピーカー、
それは避難指示、避難のためにめちゃくちゃ使えると思うし、こういうのにつながれば、こういうのにお金を使えば結果的に観光客の安全に安心にもつながるわけじゃない。信用、サイパンとしての信用にもつながると思うの。だからね、ポリスを増やすだけが治安の安定ではないわけだから。でこの余ったお金って言ってるけど、こんななんか50万ドル広告になんか意味がわからないんだよね。オーストラリアのなおかつオーストラリア誰か知り合いですかみたいなさ状態じゃん。なんかね、このグループはタヒチのこういうやっぱり PR も昔やったことがあるらしいんだけど、それではなんか賞をいただいてるらしいのね。どこの賞だかよくわかんないんだけど、その地域の賞なのかな、その地域での賞みたいだけど、だからあとなんかホームページ見ると載ってはいるけど、その地域とか、オーストラリアではね2個ぐらいなんか大きなことをやってるって書いてあったけど、あと他のことはね、この別に称賛されたりなんだりっていうのはほぼないから、あったとしてもちょっと高いでしょっていう感じだよね。50万ドル。そんでいつ誰がどうやって決めたかちゃんと見えてこない。まずここが透明じゃないっていう感じだよね。だからそういう感じで、さっき言った感じで防犯カメラとかそういうのをつければ、防犯っていうんじゃなくて治安強化とかいう意味じゃなくてね、命を守る災害対策の準備としてこの余ったお金を使えるはずなんだよね。なんでそういうことに使わないのかなって思う。そうすればほら絶対この先観光客さんのためになるじゃんさ。観光客の人だって明るい方がいいと思うんだよね、絶対に。そんなことない？ごめん癒着取り券でしょって小太郎さんズバリって感じで、なんかバサッときた、バサッと上からこう切ってきた感じ。今上から切ってきた感じだね、小太郎さん。どこの国でもねそういう癒着取り券っていうのは問題視されてるところなんだけど、でもほらそういう使い方をした方が観光客の人だって明るい道通った方が嬉しいし、だってさ夜ね車でレンタカー借りて夜ちょっと星を見に行くっていうんでも、大きい通りでも街路灯がないから怖いっていう声の方が大きいわけだし、そういうことをね、ローカルの人は慣れてるかもしれないけど、そういう道を走るのを観光客の人はさ、レンタカー借りてわざわざ行ってほしくないけどね、星見になんて危なくて、星見になんて2人とかで行っては欲しくないんだけど、危ないから。でもだけどそのためにほら大きい通りぐらいには街路灯をもうちょっとソーラーの増やすとかね。アクアリゾートの方に行くのにだって真っ暗だよ、意外と暗いよ。どこ行くのも山の方行くのも暗いよ、意外と。ミドルロードも結構暗いし、もうちょっとね明るい大きい主要道路だけでも明るくしてモニターシステムつけて、
そういうのに全然使えると思うんだけど、余ったお金をどうしようって。余ったお金あるんだったらうちの屋根だって直してくれって感じだったのにさ、一銭も出ないで余ったお金って言っててさ、この50万ドルわけわかんないオーストラリアの方の会社に使うぐらいなら、チャット GPT にやらした方がいいんじゃないのって思うんだけど、よっぽどいい案が出てくるんじゃないのって。どういうものを作るんだか知んないけどさ、ね、実際日本の制作会社とか日本円も今安いわけだからさ、ドルのが強いんだから、それだけねかけたらいいもの作れちゃうよね。韓国だってウォンなんだから、ウォンめちゃくちゃ今安いし、まあ日本円ほどではないけどさ、よっぽどいいものが作れるんじゃないかなって思うんだよね。とにかく今のサイパンに必要なのは外に向けた派手な広告とかじゃないと思うんだよね。中から見えるね、安心とか信頼とか、そういう積み重ねしていかないと、ちょっとのことで派手なことじゃなくていいと思うんだけどね。やるならやるでちゃんとお金をかけるところを間違えないでやってほしいと思うんだけどね。どうなのかな。監視カメラとかガラパンにうちの店の前にもあったの。動いてないって言うんだから、うち何十回もさ、3ヶ月の間で何十回っていう泥棒と窃盗と入られて、うちの目の前に交番もあるんだよ。それなのに一回も捕まってないからね、その犯人。一回も一つとして捕まってない。でカメラは動いてませんとかって言って、モニタリング施設っていうかね、システムとかね、本当に動いてないもんならいらないしね。ちゃんと動くものをつけて、こういう災害時のためにも必要だと思うんだよ。混乱状況の可視化とかさするのにはさ、あそこ動いてないって言ってたんだけど、私キャピタルヒルの施設の中に監視カメラの映像みたいなのがバーって出てるモニタールームがあんの知ってんのよ。あそこにあったのよ、警察のオフィスの隣に。あれ何してんのかなって、本当は知ってんじゃないかなと思うんだよね。あんな、小さい小屋なんだけど、あそこにバーってモニターがいっぱいあったから、あれ監視カメラのシステムでどっか見張ってるんだと思うんだよね。でも一人のおじさんが見てるだけだから、一人のおじさんとか一人二人で見てるだけだから、椅子が3個あったかな、3個ぐらいしかなかったから、3人で見てんのかな、あれ多分。でモニターが1234567 12345 20枚近くあったかな、そんななかったかな。だから主要のとこでカメラが動いてると思うんだよね。もしかしたらだから昔も動いていて、だってガラパンのね道路がきれいになってからあのカメラついたのに動いてない。うちの強盗があったの2013年で、道路を直してたの2012年とかそのくらいなんで、動いてないっていうわけないと思うんだけど、見てなかっただけっていうのがね本当なんじゃないかと私は思われるんだけど、見てなかっただけにしても
毎日のように入られてたから、この監視カメラどうなってんのって何回も聞いたけど動いてないって言ってたから、このバスね2ドルで乗れるんだって。この間も流したんだけど、この間の映像なんですけど、こんなのあるの知らなかった。10年ぐらい前から動いてるって言われて知らない、本当に知らなかった。このバス誰でも乗れるらしいよ、観光客でも。だからなるさんとこ今度来るときこれ乗って、山の方は行かないんだよね。空港の方と、空港までも行かないんだけど、空港の近くと、あとアクアリゾートの方に行くんだよね。あとなんだっけ、ワールドリゾートあたり、あの辺までは行けるよね、この2ドルのバスでそうだからその監視カメラ動いてないっていう、その当時言ってたんだけど、つけたばっかりで動いてないっていうのもちょっとおかしいんだけどね。動いてないって言ってて、多分あそこでキャピタルヒルのあそこで見てるんだと思うんだよね。じゃないとあのモニタールームの説明がつかない。周りにはだって小屋しかないから、そこの小屋のところを見てるっていう感じではなかったんで、映像がねなんだっけな、ちょっと思い出せない言っちゃいけないようなことかもしれないしって感じ、わかんないけどね。それをね、とにかく50万ドルね、小太郎さん癒着と利権でしょって普通にツーリストの人がそう思っちゃうんだからね。ローカルの人でもローカルの人はそう思わないのかな。もうね、何もかもがいいやいいやで、こんだけ少ない島、人口が少ない島で普通の人たちが意見を言わない。この間テイストオブマリアナに行った時もやっぱね、一部のローカルの人たちはものすごい文句を持ってるみたいな感じだったのカメラには出れないけど声も出したらバレるとかって言ってたけど、結構文句を言いたがってるので、そのチャモロの人たちっていうのはこの島の中でまた少ないわけじゃない。例えば2万人この島に人がいるとしたら、チャモロの人たちは多分半分いるかいないかだと思うの。その人たちの中の1人とか2人とか3人とか、そこにいた何人かに私ちょっとインタビューをしたんだけど、みんな文句言ってたから、そこにいた人たちはね。だからなんでそれでチャモロの人たちが同じ考えでワンって言えないのかなって。いやいやいやって言ってたから、いやいや言えないみたいな、ダメなんて言って、顔出しダメなんて言ってたから、ってやっぱだから強い人たちの、チャモロの中でも強い人たちのグループだから、チャモロの中でも貧富の差があるのかなとか、そういうのを思っちゃったよね。サイパンの中で貧富の差はもちろんあるんだけど、みんなを合わせての貧富の差はもちろんあるんだけど、私は一番下の方ね、もうダメの方なんだけど、あの中でもう言えないっていうんだと、
じゃあ50人ぐらいが強い人で50人ぐらいの人たちの中で全部決まっちゃってんのかなって、なんかこういうことが、じゃあ今回俺の知り合いでやるよとかさ、じゃあ次は私ねみたいので決まっちゃってんのって感じがしてきちゃうよね、こういうのって。ちょっと何の映像流れちゃってんのこれ。話に夢中になってしまった。ちょっと待ってね、どこだっけ。 OBS が出てこない。あ、出た。ちょっとね、ちょっと待ってください。また同じとこかな。これは何だろう。これ違う。これなんだろう。そういう感じでね、こっちの方がいいか。そういう感じでね、昔もそうやって監視カメラのシステムがあったんだと思うんだけど、いろんな忖度で見えないようになってるのかもしれないなっては思ったよね。で、だからこれ絶対災害時に避難ルートとか、混み合うことはないとは思うけど、でもね、避難ルートが混乱しちゃうと命に関わりますよっていうことで、その映像監視インフラ整備っていうのはこの災害のためにお金が使えると思うんだよね。そういう言い方をすれば、治安目的じゃなくて緊急時の避難支援っていうことにすれば、今回の災害復興予算、余ってる予算使えると思うんだけど、もうとにかく地元に住んでる、ここに住んでる私なんかね、エイリアンにはお金が出てないから、あんまり台風で壊れたりなんだりしたところでも出てる人には出てるんだけど、うちなんか検査も来なかったから、そういうので出てない人に出てないんだから、そういうのでそれが余ったからっていっぱい余ったから使わなきゃいけないって新聞に散々載ってんの最近。もう毎日のように載ってて、でいざ使いますって言ったら、このオーストラリアのこの航空会社に50万ドル、ちょっとどうなってんのよって感じなのよね。とにかくこういう監視システムなら治安も守られるし、その災害時のものだっていうことは、災害復興予算であるっていうことは絶対明言できると思うから、趣旨に合致してるわけだから、そういう風に使ってほしいよね。避難所にさ設置したりする安全モニタリングシステムとかさ、なんて言えばいいのか分かんないけど、そういう感じで、とにかく照明とかだってもっと明るくすればさ、ね、その強盗団、ね、警察も言ってたけど、結局は闇組織なわけよ。闇組織が動いてんじゃないかっていう状態だから、インジケーターっていうんだっけ、そういうのが動いてるんじゃないかっていうか、でも明かり一つ増やせばね、ソーラーパワーで稼働する LED の街灯とか、そういうの一つでも二つでも増やせばさ、大きいメインの通りには、そしたらほら、観光客の人だって夜レンタカー借りててね、結構行けるようになるじゃない。今は怖いっていう人多いから真ん中の線も見えないみたいな。
対向車線のラインも見えないっていうような人が多いからね、そういうのだって災害時における命の道路を守る証明だから、主要道路にはね、そういうので、そういう名目でなんだっけ、正式名称が COBD、COBGDR っていうんだ。その資金ね、こういうのに使えばいいと思うんだよね。道路が明るくなれば観光客のためにもなるし、暗いのは良くない、本当に。あとね、スピーカーとかね、設置ね、もうだってさ、ラジオとか聞かない人、例えば私なんか全くラジオなんて聞かないから、ラジオとか聞かない人にはスピーカーなんかが設置されてれば、災害時の緊急速報やね、緊急情報をこう共有できるわけなんだけど、そういうのもないわけだからさ、災害時の命を守る情報ネットワークみたいな、そういうのつけた方がいいと思うんだけどね。あ、こんばんは、ほのさん。未来ひかりさん、気をつけてくださいね。何を？何？怖いぞ、ほのさん。何それ？何？未来ひかりさん、何それ？どういう意味？このほのさん、何？危険？こういうこと言ってると危険だよってこと？何？どういう意味？そのほのさん、未来ひかりさん、気をつけてくださいね。怖くない？怖いよ、ほのさん。この間みたいなことがあるから心配です。ありがとうございます、ほのさん。ちょっとびっくりしちゃった。なんかこんな話をしてるからこんな話をしてるから気をつけろっていう、なんかその脅し役の人がほのさんなのかと思っちゃったじゃない。ちょっと怖い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 。ほのさん怖いですって。ちょっとびっくりしました。ちょっとびっくりしちゃった。こんばんは、未来ひかりさん、気をつけてくださいなんて、なんかそっち系の人からそういうメッセージなのかとか思っちゃった。ちょっとドキッとしました。シンジゲートなんて話をしたから。ほのさん、ご無沙汰してますね。いつもありがとうございます。どうですかね。でもみんな道路が明るくなったり監視カメラがあったりした方が良くないです。良くないです。どこの人だよ私。良くないですかね。普通に安心してこうガラパンの街とかあの辺の主要道路とかね、どっかちょっと行くにも、レンタカーで行くにもちょっと行っちゃうともう真っ暗だから。ほのさん、ごめんなさい、脅かすつもりじゃないのありがとうございますちょっとあれでした。ちょっとどっちの意味なのかなって思いましたねこんばんは、未来ひかりさんで止まるんだあれだったけど、こんばんは、未来ひかりさん、気をつけてくださいみたいなトーンなのかなとかどっちかなって本当思いましたね。脅
かすつもりじゃないですよね、それはね。いやね、だからこういうところ、今画面で映ってるようなところももうちょっとね明かりあっていいんじゃないかなって思うし、もうちょっとね、ほんともうミドルロードとかも暗いし、夜になっちゃうとそんな変なところでお金を使うんだったら、やっぱりなるさんビビってる、ビビりますね、もうね、本当に結構ビビりだからね、私ビビりますね。また家から出なくなっちゃうからそういうのでまた引きこもりになっちゃうから、スピーカーとかねついてくれるとねありがたいですよね。こう津波だよとかっていう時に、全然知らないから人が山をいっぱい登ってくるんですよ。津波の警報とか出ると、警報が出るとね、タポチ山を登ってくる人がいっぱいいるんですよ。車がね渋滞になったりして、そういうんで何かあったのかなって思ってちょっと調べると津波警報が出てたりするんですよみんなね津波警報出るとタポチ山登ってくるから、それでね分かるみたいな感じ。それまで全く知らなかったりすることが多いんで、だからスピーカーとかねあると、こういうね災害、こういう資金でスピーカーあちこちにつけてくれて、そういう台風今レベル3ですよとかあってもいいと思うんですよね。サイパン今サイパンは台風レベルカテゴリーいくつですよっていう放送があってもいいと思うんですよ。みんなラジオ聞いてると思ったら大間違いで、うちなんかラジオもテレビもつながってないから、ラジオは聞こうと思えば聞けるんだけど、多分車まで行けば聞けるかなっていう。ネットで聞けるか、ネットで聞けるのかな。それよりねいつもこうネットでこう調べながらこう見てるから、スピーカーとかで今はいくつですよとか言ってくれた方が早いと思うし、津波ですよとか言ってくれた方が本当に安全的にはいいと思うしね。観光客の人だってラジオなんて聞かないでしょ。そういうスピーカーがあって、スピーカーからなんか流れた方が絶対いいと思うんで、そういうのだってね、この余った資金で使えると思うんだけど、使えるはずなんですよ、絶対に。本当にその使い道でよかったのっていう感じですよね。島の人たちは観光に力入れますよって言って、そうなんだって言って喜んでるかもしれないけど、その金額の大きさと、ちょっと使い道がどれだけのものができてあれなのかなって思うんですよね。どう思います？さっきもズバッと切ってくれた小太郎さんがズバッと切ってくれたんですけどね、普通に観光客の人でもそうやって思ったりするのに、癒着と利権でしょうなんて言ったり思ったりするわけでしょ。ここに住んでなくても思ったりするわけなんで、私なんかだってねそう思えるよね。誰かの知り合いでそこに決まったのって
だ最近ほんとそういうのを決めるのにあたってこう入札って言ってるけど、どこの会社が参加してどこの会社が受かったか誰が入札できたかって分かったのってカジノぐらいですよね。カジノの一件、ガラパンカジノの一件でキングスっていう会社さんがガラパンカジノを新しく買いましたよっていう、入札しましたよって、それぐらい、それのことではもう一つの入札者がいましたよっていうことがちゃんと発表されてたけど、他の面で全く隠されてる。マニャガハ島の件も入札応募してますよって言ってるけど、今どんなとこがいますよっていうのが出てないのは、あれは入札者がいないのかどうなのか分かんないですけど、で今回もこのオーストラリアに決まりましたよって言ってるけど、じゃあどれだけの人がね応募したのか分かんないよね。1月に応募があったらしいんですよ。全然1月ってまだ私ライブやってなかったんで、全然その時のぐらいの時のことはちょっと分かんないんですよね。ライブやってればね気になって調べてたかもしれないけど、ライブ配信始めたのも先々月だっけな。今日で50回過ぎたぐらいだから、ちょっとよくわかんないんですけど、まだどう思います？ちょっと水飲みます。水飲みますお水をね飲まないとまたガラガラにすぐなっちゃうんで。なるさん利権ですよね。ねえ本当にね、ツーリストの人でもそう思うぐらいだから、そう思っちゃうのかもしれない。思っちゃうっていうか、みんなね、例えばローカルの人もそう思ってるんだとしたら、なぜそれを文句言わないのかなって、そのままほっとくのかなって。ああやってちょっとインタビューしただけでも、ローカルの人が数人にインタビューしただけでも数人が文句言ったりしてるんだけど、そういうのは政府の声に届かないのかなって。本当のローカルの昔からいるローカルのチャモロという人たちは、チャモロカロリニアンという人たちは本当少ないと思うんですよ。少数だと思うんですよね。その中でもそう言ってる人がいるわけだから、今はほらみんな結構日本人と結婚したり、フィリピン人、中国人、韓国人と結婚したりして、2世3世になってきてる時代だから、その2世ももう結婚して違う国との人と結婚してたりもしたりするわけでしょ。だからどんどん新しい人たちが混ざってきてる中でね、そういう人が増えてる中で、本当に純粋なチャモロとかカロリニアンの人たちが少数になってきてると思うんですよ。ほんでその中でもお祭りに来てたそういう
純粋な人たちが何人ですかって聞くと、そういうふうにどう思いますか今の安全性とかは聞くと、全然ダメって言ってる人たちがいるわけで、その人たちはなんでその直接政府とかには言えないのかなって不思議にちょっと思っちゃうんだよね。何人で会議してるんだよっていうか、地元の声は入れてないのかなって。だから選挙権のある人たち、ここでの選挙権のある人たちの声を入れてないのかなって言わないのって言ったら、いやいや怖くて言えないって言ってたから、って思ったんだよね。地元で私たちなんかは選挙権もないし、もちろん選挙に出る資格もないわけなんだよね。そういう選挙権のある人たちの中でもそう言われてるのに、選挙権がある人って何人いるんだろう。 Google わかるかな。 OK Google。 サイパンで選挙権口が回んなかった。もう一回 OK Google。 サイパンで選挙権のある、なんて聞けばいいんだ、人は何人。サイパンで CNMI の選挙権を持つ人たちは何人いるの。サイパンはアメリカ合衆国の自治領である北マリアナ諸島の一部です。北マリアナ諸島の住民はアメリカ合衆国市民であり、選挙権を持っています。サイパン島の人口は情報源によって多少の差がありますが、約4万人から5万8000人程度とされています。2020年現在、北マリアナ諸島で選挙権を持つためのダメだ、2020年現在って言ってるからね、情報が遅いですね。Google 君にGoogle 君に日本の総理大臣は誰って聞くと岸田さんって言いますからね。ちょっと情報が遅いところがあるんですよね。ちょっとね、4万人から5万人もサイパン多分今いないと思うんですよ。そんなに人いないと思うんですよね。2020年はだからいたんでしょうね。2020年の情報だと4万人から5万人いたんですね。ちょっとびっくり。2020年っていつ？5年前か。5年前ってそんなに人いたかな。で、私が潜ってる時だから全くわからないのかな。どれだけ人がいたか全然わからないんですけど、その時代に2020年、今ね2025年は多分かなりいなくなってる。大手企業もバンバンクローズしてるわけだし、小さいお店もなくなってるし、多分2万人いるかいないかだと思うんだよね。多分きっとそう思う。だね、カジノとかできればね、これね、ここが復活すればここだけで2万人ぐらいになるんじゃないかって思うけど、ここのカジノが復活すると思うか思わないかっていう質問をすると、ほぼ思わないと返ってきますね。ほぼ思わないっていう返事が返ってきます。こっちに住んでる人にね、もちろんツーリストの人じゃなくて、こっちに住んでる人に、そこのガラパンのカジノはオープンすると思いますかって、復活すると思いますかって聞くと、ほぼ
思わないっていう人の方が多いですね。多分その権利を売ってしまうんだろうって言ってる人の方が多いんですけど、本当のところはどうなんでしょうね。まだ何にもねそういう発表がないんで分かんないんですけど、分かったところがねそういう投資系の人でもあるから売っちゃうのかなやっぱりって感じはしますよね。右から左でねそのが損もしなくていいのかなって思いますけど、何せね飛行機とどっちが先かだよね。飛行機が飛ぶのが先なのか、サイパンが活性化するのが先なのかって。活性化しなきゃ飛行機は飛ばないし、飛行機飛ばなきゃ活性化もしないし、この状態でなかなか投資する勇気のある人はいないでしょうと思うんだよね。そんでいてこの50万ドルちょっと引っかかるよね。サイパンでさ今頑張って今でもお店を開けてる人たちだって結構渋い時間を過ごしてきたと思うんだよね。コロナ禍の時はいっぱいもらったのかもしれないけど、50万ドルその会社に使うぐらいならってちょっとっていうところなんだよね普通に。だって日本とかに直接ほんとさっきも言ったけどオーダーした方が安いと思うし、韓国とかに直接オーダーした方が安いと思うんだよね。この間も昨日一昨日かテイストボールマリアナに復興のための観光業復興のための地下アイドルと日本からは地下アイドル、昨日の動画見てくださいね。一昨日の動画か一昨日の動画見てくれると分かるんですけど、地下アイドルと韓国からはなんか歌の合唱団の人がその復興のためのなんていうんだっけ、なんとか大使、サイパン大使みたいな感じでなんか賞状みたいな額みたいのもらってたんですけど、何の多分ね役にも立たないんですよ。ひろみさんって知ってるでしょ。ひろみさんもスポーツ大使って持ってるんですよサイパンの全く役に立ってないですからね。その大使をもらったからってひろみさんっていおちゃんの旦那さんのひろみさんね、そのなんとか大使をもらったからって例えばサイパンに来るのにチケット代がタダになるとか安くなるとかホテルがタダになるとかそういうの一切ないんですよ別に。だからね、申し訳ないけど地下アイドルを祭り上げるんだったら昔スポーツ大使あげましたよねぐらいでひろみさんにオファー出した方がまだ有名だし、まだっていうかめちゃくちゃ有名だし、なんかまだその方がなんとか言ってやるよぐらいの男気のある人だとは思うんだけど、なんかねその人の宣伝力でしょ結局は。でもひろみさんもハワイが大好きだってやってるから無理かもしれないけどね、そういう大使は持ってるんですよ。だけど大使持っててもそういう利点がないから後に繋がらない。今挙げたとしたって彼女たちの
もうサイパンでやってきましたみたいな、そんな感じで終わっちゃう。なおかつ熊田曜子ちゃんだってサイパンでビデオ撮ってるからね。その熊田曜子ちゃんの方が人気でしょ、今でも多分。熊田曜子ちゃんはね、うちでハンバーグ作ってるビデオ撮ってますね。海でも撮ってるし、海でも撮ってるし、うちでハンバーグ作ってプール入ってみたいな動画っていうかビデオ DVD になって売ってますね。ほどそういう方が宣伝力があるんじゃないのって、リバイバルかけた方が宣伝力になるんじゃないのって感じするんだけど、やらないよりいいのかなって感じなのかなって。もうちょっとね、宣伝力のある人とかある方向にこう大事にその復興のお金を使ってほしいやなって思いますよね。もう全然だってほんとうち雨漏りガーってきてバコって穴開いちゃったんですよ。そういうのを申請しても全く降りなかったんだから、その分その中に入ってるんだろうから、そういうとこに使ってもらいたいななんて思ったりするんですけどね。どう思います？思いますかね、みんなね。アート不調子知りません。いや、みんなっていうかわかんないけど、ほぼほぼサイパンに住んでる日本の人たちは、昨日私が話してた人たちは全然知ってる人はいませんでしたね、もちろん。でちょっと私日本の人に聞いてみたけど、知らないって言ってましたね。全く知らないって言ってましたね。私も名前分かんなかったんで、動画にパンと写真撮ってこの人たちって言って送ったんですけど、全く知らなかったですね。なかなかね、知ってる人は連れてこれないのかなっていうのはありますよね。わけのわからないお金の使い方でやってます感出すのはよくなしだと思うんですよ、私。なしだと思うんだけどな。明るい方が良くなくないですか？道路とかその辺のね、カメラがあったりして、ちゃんと、カメラは前もあったんだけどね、全然見られてないっていうか使われてなかった、ダミーカメラっていう状態だったって説明してましたけど、その当時の警察官たちが前のガラパンのメインの通りの今ね ABC マーケットがあるんですよ。ガラパンのメインの通りに、その目の前にポールと街灯が立ってて、その街灯のところに防犯カメラがついてたんですよ。それが全然作動してないって言ってましたね。うちその目の前だったんですよ、カメラの。そのカメラの10メートル先には交番もあったんですけど、
まあ何十回入られても泥棒が一回も捕まらないで、もう毎日のように入ってましたね。毎日。それでも捕まんないで、防犯カメラが動いてないっていう状態だったんで、だから動いてる、あ、なるさん、なんてなんてそんな世の中ですかなんてそのなんでかな、なんてそんな世の中ですか。なんね、ほんとね、ちょっと土台をさ、ただ華々しい宣伝より華々しい宣伝をするのかどうかもちょっと分かんないけどね。テイスト・オブ・マリアナで出てた大使たちだって、韓国の人たちだって知らないって言ってたからね。合唱団の人、どれだけの宣伝力を地下アイドルたちが持ってるのかも分かんないし、これからめちゃめちゃ売れてくれてサイパンの宣伝をしてくれるのかな、それも分かんないんだけどそんで今回のプロモーション、そのオーストラリアの、それもどれだけやってくれるんだか知らないですけど、分かんないですけど、50万ドルですよ。50万ドル、何本 CM 作るつもりなんだろう。もちろん日本と韓国に流すってことだよね。 YouTube の宣伝作るわけじゃないですよね、もしかして。まさかね、そんなわけないですね。そんなわけはないと思うんだけど、今ちょっと考えちゃった。YouTube だったら笑うよね、そりゃねなるさん、 YouTube だったら笑う。YouTube だったら笑えますよね、本当にね。 YouTube だったとしたら、だってそんなわけないと思うけど、 YouTube で宣伝流すぐらいだったら誰でもできちゃうからね。その宣伝用のあれを作るっていうんだったら、今のサイパンにいる学生ちゃんたちの方が多分上手だと思うし、映像を撮るのだっていつも借りてるこういうなんだっけ、チャンネル、アクアスミスさんとかチャンネルゼンさん、これすごい綺麗なんだけど、あれどこ行ったっけ、どこだろう、そっか OBS からだよね。チャンネルゼンさんの画像、おでこれおいおい、これのがよっぽど綺麗だと思うんですけどね。でチャンネルゼンさんが撮ったね、YouTube でグロットとかの映像なんですけど、この後すごい綺麗なんで、もうこういうの流してたって同じじゃねえかってぐらいになっちゃうからね。 YouTube だったもし YouTube だったら YouTube の画像を作るぐらいだったら、ブランドコピーをブランドのキャッチコピーとかなんて学生くんたちの方がよっぽどいいもの作るんじゃないかしらとかって思ったりもするし、どうなのって
YouTube だったら笑っちゃいますよね。でもね本当にブランドをだから立ち上げて飛んでくださいって飛行機会社に頼むんじゃなくて、向こうから飛んできたいっていうようにするっていうのが目的らしいですから、50万ドルも払えばもちろんそういう風にしてくれるんでしょうからね。50万ドルっつったら飛行機何台飛ぶかな、日本から。結構な量飛べますよね、満席にしてだって昔ほんとね、ちょっとあんまその時は知らなかったんですけど、私もだからゴスペラーズ君だって熱狂的なファンがいて、飛行機満杯だよ、飛行機満杯で飛んできて、で自分たちでコンサートやって、でそれだけでなんか帰るって感じだったんだけど、そういう人たちをこう呼び込んだ方がよっぽどいいよね。そのゴスペラーズ君たちのホテルを用意して、その人たちに出演料払ってみたいな感じの方が、それはね、ローカルが入れる場所はなかったんだよな、確か。あったかな。ファンだけでいっぱいで、もうファンだけで終わりだったと思うんですけど、だからそのファンだって全部日本から自分たちで連れてきたわけだからね、ああいう方が本当によっぽどいいと思うんだよね。トワニとか歌ってる頃だから、もう売れてた頃かな、多分売れてたね。私なんかね、あんまり芸能人の人よくわかんないからあれなんですけど、そういう人をね連れてきて飛行機満杯にして飛んできてくれた方がよっぽどいいと思うんだけど、そんだけね、その3日間ぐらい、3泊4日ぐらいの間、その人たちがサイパンを練り歩くわけだから、どうしてそういうアイデアになんないのかなって思うんだけどな。そっちの方が効率的だと思いません？そんなことない？効率的だと思うんだけどな、私的には。絶対に。そんなことないかな。そんなことないですかね。あ、タカさんこんばんは。ご無沙汰してます。考えられてたらやらないよ身も蓋もない言葉をありがとうございますそうですよね。そうなんですけどね、そう言っちゃうとね、全て終わっちゃうんですけど、全てがそれで終わっちゃうなって感じなんですけど、考えられてたらね、もちろんね、考えられてたらやらないよってそうなんですけど、それ言っちゃうとみんな全て終わっちゃう話なんですけど、ほら動画ずれてる、なんか
ずれてないね。そうなんですけどね、考えられたらやらないよって言っちゃうと身も蓋もないんですけど、どうなのかなって。もっとやり方ある大人がみんな集まって話してるんだろうけど、結局サイパンにいなくて戻ってきたり、ずっとサイパンにいなくてエリートな感じで戻ってきているような人が話してるのか、それか大手の会社だけが、大手の本当のお偉いさんたちだけが現場を知らない人たちが話してるのか、なんかよくわかんないんですよね。誰が話し合うとこういう結果になるのか。現場を知ってる人たちが話し合えばもうちょっと違うアイデアも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。現場知らない人たちが話し合ってもこのぐらいのアイデアしか出てこないだろうなとは思うけど、ね、もっとやり方あると思うんですよ本当に。あ、なるさんこれ登るんだよ。なるさんこれグロッと行きは余裕で行きは降りるだけだから、これ登るの。これなるさんグロッと月末来た時登ってくださいね。もしグロッと行くんなら。グロッとね。階段嫌です。階段嫌です。階段嫌なんだ。これグロッとからのほら空撮だって、こう前さんのねカメラで十分だろうって感じだから、50万ドルはどこに消えるんだかよくわかんないなって思うんですよ。考えられてたらやらないよ。タカさん率直なご意見ありがとうございます。でもね、ほんと必要経費ならね、ほんと仕方ないと思うんですけど、なんか本当にそれがそういう風に生きるのかっていう感じに見えないじゃないですか。テイスト・オブ・マリアナのあれもどうなのかなって思うし、みんな知ってました？みんな知ってましたかね。みんな寝始めた？もしかして寝ちゃった？もう聞いてるだけ、聞いてはいてくれてる人はいるんだろうけど寝てる？もう寝てる？知らないって。なるさんは知らないね。ありがとうございます。返事してくれてみんなもうナバルさんは寝てるだろうな、多分。小太郎さん、ほのさん、一昨日の動画の女子たち知ってます？タカさんも知ってます？タカさん知らんノバルさんみたい知らん。
早いな。ね。地下アイドルはタカさん、地下アイドルは地下ですからねそうなんですけどね、言ってしまえばそうなんですけど、でもほら、そういう人が好きな人も一部にはいるでしょう。だからそういう人が知ってたりするのかななんて思ったりしたんだけど、どうよ、知らない？ちょっとでもね、テレビの端とかに出てくれてる人ならね、分かったりなんだりするんだけどねね、災害救済金をそういうとこに使うのはちょっと違うんじゃないかなって思うのよ。もう自分がね、やっぱりもらえなかったっていうのも本当に一銭ももらえなかったから、特にそう思うんだけど、申請しに行って自分の方の個人の方のももらえないって言われて、なんかみんな毎週だから2週間に1回もらえたらしいんだけど、なるさん、ほぬさん、なるさん、グロットはタンクポーターいますよ。なるさんにね、なるさん、そうらしいですよ。タンク持ってくれる人がいるってことですよね。ほぬさん、いくらかかるんだろう。ただじゃないですよね。ただじゃないですよね。ただ無料じゃないですよね。ただで持ってくれるってことないですよね。こんばんは、ほぬさんって、なるさん、ほぬさんね。はい。なるさん、ボートで行きたいです。ボートダイビングでね。ボートで行きたいです。ボートでどっか行けるとこあんのかな。やっぱ遠いから、ボート持ってるところじゃないとなかなか遊んで、ね、6人乗ってくれれば行っちゃうと思うけど、なかなか人数少なかったりすると、1人だったりすると行きたくないよね、きっとね。階段登ってくださいって言われちゃうと思うんだけどね。ほぬさん、ショップによりますよ。そうだよね。ショップによるよね。ボート持ってるとこで、だから6人いたらいけると思うけど、6人いて波がなくて風がなければいけると思うけど、多分すぐ行くと思うでもやっぱり人が少ないと結構遠いから、ボートで行くとぐるーっと出ていかなきゃなんないから、ぐるるるるっと突き進んでいかなきゃなんないからね。どうかな、難しいかなって。ボート持ってるショップがマサダイブさんしか知らないかもしれない。
日本人のショップだと。あと韓国人のショップだとウェーブさんが持ってるかな。あとわかんないな。まさちゃんのところぐらいしかやってないんじゃないかな。わかんないな。余計なこと言うとまた違ったらもう困っちゃうからな。なるさんボートないのかな。ボートだからボートがね持ってるショップなら、あと乗り合いで行くところってもう場所が決まっちゃったりしてるから、今日はどこどこですよって決まっちゃってるたりするから、それはねその日とかその前の日とかに分かる感じなんで、ショップに聞いてみた方がいいよ。なるさんが予約してるショップに。私がだから今思いつくとこでボート持ってるのは、ほのさん、未来さん、グロットは万歳より遠いっけ。遠いですね、ボートで行くと遠いですね。万歳が手前、グロットが先じゃなかったっけだと思うだと思う。また変なこと言ってまた間違ってたらどうしよう。いろんなことね忘れてるから多分ほのさんグロットはボートで行くと万歳を超えてのグロットのはず。違ったっけ。あれこの映像に載ってるよね、多分空撮でこの映像に載ってると思うんで、巻き戻しできないのこれ。ダメ。巻き戻しできないわ。巻き戻しできない。どうやったら巻き戻しできるようになるんだろうこれを選んで、プロパティ選んで、何を直せば繰り返しできるのかな。余計なことしちゃったかな。合ってますよ。うねさん出てきてくれた。よかったうねさん合ってる。うねさんこんばんは。嬉しい。合ってる今間違えてたらどうしようと本当思ってました。うねさんありがとう。こんばんはです。合ってますよ。ですって。ほぬさん合ってるみたいです。グロこんばんはってうねさんこんばんは。ありがとうございます。グロットは万歳より遠いでいい。当たりです。当たり。姉さんが分かってるから。そう万歳でいつも潜ってから、昔ね、もう昔の昔だったからもう忘れちゃったんだけど、万歳で潜って2本目グロッと行ったりしてたんで遠いはず。うねさんもなるさんもこんばんはってやってますね。なるさんこんばんはってやってますね。うねさん潜ってたの、もしかして今来たの、それとも車を置いてそうね。だからなるさんね、本当グロッ
トをボートで行くとこってなかなか少ないから、なかなかあんまりないのよね。でもね、グロッとボートで行くと楽だし、あっちのテニスコートの方までね、普段だったら穴からこう行かなきゃなんないから、エアーが持たない人が途中で出てくるとなかなか行けないんだけど、なかなか行けない場所のグロットを見ることができるから、ボートで行くのはすごいいい経験だと思うんだけどね。で、私が知ってる限りでは今ダイビングでボートを持ってるところっていうと、もうマサダイブぐらいしか、あと日本人はそこで、韓国人はウェーブさんしかわからない、かわかんないので、人数が揃わなければ行かないと思うし、あんな遠くまできっとね、ガソリン代も高いし、多分ね、わかんないけど、また適当なこと言ってると怒られちゃうからさ、自分でね言ってることに外に出なかったから、もう全然分かんなかったっていうかね、このあるって言ってたとこがなかったとかっていうことあったりするから、で今回はあると思う、やってると思うウェーブさんはね、この間行ったからやってましたね。それは間違いない。マサダイブは寄ってないけど絶対やってると思うんだよね。で、あとなるさんのね、どこで予約したか、自分の潜るショップに一番聞いてみるのが、リクエストしたり聞いてみるのがいいと思うよ。リクエストすると2人でしょ、2人で潜るんでしょ。だからそうすると乗り合いとかで行ってくれることもあると思うし、聞いてみた方がいいと思うな、と思います。ダメかな、この回答じゃダメだったかな。こういうドローン映像とかね、YouTube でもしさっきのプロモーションの人たち、プロモーションに払うっていう50万ドルが使われるぐらいなら、こういうの使ってよって感じだよね。十分でしょ、こういう映像で。ダメ？みっちゃんに50万ドル払ってくれれば、私ちょっとみっちゃんにもらいに行くから。予約は現地での予定。本さん、アンクラはいくらしい日本人のショップ。アンクラがわからないけど、なるさん、アンクラ、うねさん、あかりさんのところ、あかりちゃんもあかりちゃんも船持ってんの？あかりちゃんも会ってないからわかんないんだけど、ちゃんとやってるのかは、もうちゃんとね、会った人じゃないともう言わないことにしてるけどね。あかりさんのところは旦那さんはね、この間会ったから、旦那さんボート持ってるよね。ボート持ってる。アンクラはわからないな、誰がやってんだかも知らない。本さん、
桜は行かないかな。桜は行かない。桜マリンって言うんだ。桜マリン聞いたことある。あれ桜マリンってあれうねさんなんか混乱してきた。うねさん、あかりさんところが桜だよね。ボートダイブあるけどどうだろう。そういうことか。うねさん、うねさん、桜マリンって言ったよね。うねさんが時計あげたとこ。あれあかりさんのところが桜マリン、両方なんだ。なるほど。でほのさんは桜は行かないかなと。で桜マリンはあかりさんと。なるほど。ちょっと理解、納得。行かないんですね。なるほど。ちょっと理解できたかな。ちょっとだけでもね、行けたらどっかでね、今の時期はちょっと待って、喉が痛い。水飲む。行けたらね、今の時期だけだからね、グロッと今の時期だけっていうか、6月7月ぐらいまでだけだから、グロットじゃないや、万歳ボートダイブのグロットも行ければね、行きたいよね行ければの話だけどどっか行ってくれるところがあるいいけどね。皆さんね、何ちょっと予約は現地での予定って、なるさん、ダイビング予約してないの？早く予約しなさいもしかしてダイビングは多分予約した方がいいと思うよ、きっと予約しといた方がいいと思うよ。ダイビングね、きっと予約、今の時代はね、多分予約しといた方が向こうもやりやすいと思うんだけど、前に行ったとこは名前わからない。前に行ったところに行きたいの？前に行ったところに行きたい。どこにあったの？どこにあったところかな。どこにあったところかな。場所がこんなものがあったよとか多分なんか場所って言っても分かんないと思うから、なるさん1回しか来てないんだよね。だって前に場所がこんなとこにあったよとかって言ってくれれば分かると思われる。うねさんもいるからうねさんいるから、多分ダイビングショップの場所をね、多分分かると思うけど、違うます
微妙な日本語だな。私も人のことは言えないけど微妙な日本語だ。違います何が違いますなんかもうやばい何が違いますなのかな今ダイビングショップ予約しといた方がいいよっていう話で、前に行ったとこは名前わからないっていうわけでしょ。でなんだっけ、私なんて言ったっけ、場所は何か物があったところとか言ってくれればわかると思いますよって言ったんだ。違うますで違うます違うますは何？違うますは何ですか？違うますは何ですか？そこは行かない。そこは行かない。そこは行きたくないんだ。そこは行きたくないんだったら今のうちにネットで調べてイケメンとかなんかこう自分の好きなとこ選んだ方がいいんじゃないの？だって現地に来ちゃったら余計わかんないよ、どういうとこかなんて。どんなところが行きたいの？私なんか昔やっぱりダイビング始めた頃っていうかね、サイパンに来てツーリストで来て行く条件だったのはやっぱ安いとこだったし、安いとこはねやっぱ軍隊みたいだったけどね、当時は軍隊みたいで、またコメント弾かれた？お姉さんなんで何入れたの？お姉さん何入れた？お姉さんなんてコメント入れたの？なるさん中国人また始まった。お姉さんなるさんに桜マリンに泊まってるよ。なるさんは中国人って入れられたみたいだよ。弾かれてないよ。ツイッターで DM してみたら入った入った。これが入んなかったの？このツイッターで DM してみたらが入らなかったの？ダルさんは中国人って入れてるけど、またどういうとこがね、なるさんたちはいいのか。私なんかはやっぱだから昔は安いところっていうのをめがけていったしそうすると軍隊みたいなダイビングショップだったけど当時ね。でだけどいっぱい人がこういうことは言えないね、もうね時代が違うから、めちゃくちゃ人がいた。その当時は安いところっていうのはだからお友達もできたし知り合いにもなれて、その後また一緒にサイパン来るようなことが起きてたよね。ダイビングに一緒にフィリピン行ったりとかっていうそういう現象があったけど、ツイッターがあるみたいよ。でもなるさん桜マリンで、あとね私たちがだからそこでね知り合った時に女の子同士で知り合ったんだけど、当時やっぱねダイビングショップを決める目的にイケメンインストラクターで安い方がいいよねっていうのがやっぱ
候補に入ってたので、そういうのをよくその当時はネットとかじゃないんだよね。まあ、ネットもしかりだったけどね、口コミ、何で調べてたっけ、ネットで調べてたよな。ネットで調べてたな。どんなとこがいいのかな、やっぱり。なるさん、イケメンイケメン言葉に詰まるな、こういうリクエストは。そういうリクエストちょっと言葉に詰まるんだけど、最近のダイビング事情もわからないし、独身イケメンイケメンあ、なるさん、これだけは言える。独身いないよ。いない。独身の今インストラクター多分いないと思うよ、サイパンで。だってイケメンホヌさん、イケメン独身いないなホヌさんが言ってます。多分正解でしょう。私もそうだと思う。独身って言ったらもうまずいない。イケメンっていうのはなんとも言えないんだけどイケメンはね、一人いるよ。ケンちゃん、イケメンですよ。でも独身じゃないからね、残念ながら。奥さんいる。あといるイケメンもう一人、ゆうまくん、この間会った昨日一昨日会ったゆうまくん、イケメンだけど奥さんいる。そうゆうまくん。ほのさん、強いて言えばアクアコネクションかな。それです。ほのさん正解。ゆうまくんだよね。一昨日会いました。奥さんも綺麗だった。お友達も綺麗だった。一昨日会って、あら、イケメンくん、あそことでも独身ではないな。独身関係ある？まあイケメンもダイビングには関係ないんだけど、やっぱでもそういうとこになるよね。昔はだからイケメンくんがいっぱいいたりして、その人たちを追いかけてサイパンに何回もリピーターになってるっていう人が多かったりして、そういう時代がありました。でそのね、ダイビングショップの男の子たちももう毎日飲み歩って、一緒にお客さんと飲み歩ったりしてて、もう時効の話だから30年ぐらい前の話だからあれだけど、ダイビングショップでもうそのダイビングショップも今はないんだけど、そこはね、ダイビングショップでいっぱいイケメンくんがいたりしたの。そこにやっぱ通ってくる女の子たちがお正月とかゴールデンウィークとかだと結構殺到しちゃうわけよ。みんなその日そういうところが休みだから。そしたらもうね、私なんかはほらお店やったりしてたから、ねえねえって、何々くんどこ行ったのって言って、女の子がもうね、包丁を持ってたからね。怖い
本気で包丁を持って「何々君はどこ行っちゃったの?」とか言って「あなたと飲んでるって言ってたのに」って言うから「私飲んでないって言ってもうほんと怖い思いをしたことありますね。ほんとね、そういう時代があった、過去には。そういうね、でも盛り上がりがあったってことだよね、昔の時代には。今はねもうね、どこ行っても空いちゃってるけど、そう今はねどこ行っても空いてるけど、やっぱりね、そうね、若い独身イケメンのインストラクターがだからいなくなったよね。確かに。そうだな、確かにいなくなったな、考えてみるとね。だってイケメンの方がいいですよね。まあね、汚いことを潜るよりいいかもしんないけど意外とね、ダイビングってこうインストラクターの人に命を預けるから、ちょっと昔は流行った手法だけど、一緒にね、人数が少ない時なんかにね、一緒に潜るとキュッキュッってタンク絞っとくとエアが出が悪くなって、助けてってインストラクターの子にちょっと可愛い子だったりするとね、ちょっと助けてって言ってインストラクターにこうすがるわけだよね。そこから恋が芽生えちゃったりするようなストーリーもありましたね。エアが渋くなって助けてみたいな感じで、そういうインストラクターもいました。若かりし頃ね。勘違いっていうのなんて言うんだろう。だってイケメンの方がいいですよねっても、イケメンの方がいいけどいないもん今。独身いないよ。サイパンビザ、若い子がビザ取れるのは取れるのか、忙しくないから若い子を雇わないもん。そう現実的だな。現実的っていうのかな、そういうのなんて言うんだろう。そっちの方が夢があるって感じか。そうだよね、夢を破っちゃいけないよね。そうだよね。どっか観光案内してくれる人だってイケメンの方がいいもんね。おばさんより可愛いお姉ちゃんの方がいいもんね。うねさんね、どう？そりゃそうだよね。確かに納得一理あります。そうだと思うわ。だけどね、残念なことにね、サイパンにはね今ね、若いお姉ちゃんもね、若い男の人もねいないんですよね。インストラクターとか多分観光案内の人もいないんじゃないかな。わかんないけど HIS とかがいないし、楽天もいないし、だからああいうところが大手が結構若い子を雇ったりしてたけど、若い子いるのあった。ワールドリゾートホテルはね、結構インターンの子が入ってきてて、若い女の子がいっぱいいる今。どこからどこまでがおばさん？それは言えないな。それはノーコメントでさ、それは言えないな。
それは言えないからちょっとなんともなんだけどさ、若いね綺麗なお姉ちゃんや綺麗な男の子が来てくれればそりゃね皆さんお客さんは嬉しいと思うんだけど、今サイパンねそういう時代じゃないのよ本当に。そうよねお姉さんね。なるさんそうか、やっぱそういう感じなんだ。感じかそれはね今サイパンというね観光の場所でねないな。昔はねほんと若い子たちがねいっぱいいたんですけど、そういう感じか。そうですってそうですって言い切っちゃうんだ。そりゃそうだよね。どこ行ったって若い人いっぱいいるもんね。東京なんかだったらね案内してくれる人も若いイケメンちゃんだったりするもんね、それをね今サイパンに求めるのはねダメかなそうかそういうところもあるよね。もうみんな年季入っちゃってるからまず独身はまあいないよ本当に。誰かと結婚してるとか絶対誰かと同棲してたりするし、私みたいに一人でいるのいないもん。日本人なんか特に誰もいない、一人もいないんじゃないサイパンで独り身の人悲しいよね、だと思われる。みんな結婚して子供いるか、少なくとも同棲はしてるよね。多分なんかこんな話してると悲しくなってくるじゃんか。ケンジントンでも若い日本人の子いたよ、インターンで。あ、そうなんだ。ケンジントンに若い子インターンの子でいたんだ。そうなんですか。どこでそうなんですかのこのコメントが入ったんだ。なるさん、独身はいないっていうところで入ったのかな。うねさんのこの質問にそうなんですかって入ったのかな。そうどっち同時ぐらいだったよね今ね。同時ぐらいだったよね。どっちにだろうな。どっちの質問に。ケンジントンで若い日本人のインターンの子じゃ、あ、でもインターンだったんじゃ。ケンジントンのロビーで行ってたかな。外でナンパしたってことか。外でナンパしてあれだったってことか。聞いたってことだね。なるさん独身。独身いないです。サイパンにね今独身のインストラクターいないと思う。多分また余計なこと言っちゃ違うこと言っ独身でも女性と住んでるとかそういう人ならいると思うけど、女性でも男性と同棲してるとかそういう人ならいるかもしれないけど、
まず結婚してるか誰かと一緒に住んでる。ケンジントンのロビーでいたんだ。でもケンジントン閉まっちゃうから帰っちゃうんじゃないかな。帰っちゃったかな。もうその日本人の子いたんだ。でも日本人の子ケンジントンのロビーにね、一応でも閉まっちゃうから、5月いっぱいだっけ。6月から閉まるのかな。改装のためとは言ってるけど、どうなんでしょう。その辺はちょっとよくわかんないけど、改装のためでね、本当に1ヶ月で再開してくれるのかは不明ですね。本当そういうことを聞かれると本当困るね。でもね、独身イケメンって言われると、両方が揃ってるのって、韓国の子、去年じゃなかったから2、3年前、アウネス2、3年前の話なんだ。なるさん、沖縄本島か石垣島、宮古島ならイケメンガイドたくさんいるぞって本野さんが言ってますよ。本野さんが教えてくれてますよ。そうだよ、沖縄とか石垣島、あの辺はいっぱいいるだろうね、若いイケメン。きっとそうだよ、あの辺ならビザいらないからね。やっぱビザがいるっていうのは障害ねえ。そうだよ、沖縄本島、あの辺ならいっぱいいるだろうね。サイパンからも沖縄に行ってショップ始めてる人とか結構いるし、そこでやっぱ若い子たちがこう育ってんじゃないかなって思うよね。なるさん、やっぱ独身男性の若いピッチャーの決めるんならそっちかな。未来のチャンネルでサイパン行くことになったのでさえ私のせいじゃないよね。でもね、私のせいじゃないよね。そうなんです、また始まった。私のせいではないと思うけどね、独身がいないのも、イケメンがいないのも私のせいでもないし、なるさんがサイパンに来ることになったのこのチャンネルのせいでもないだろう。ほぬさん、そうなんですねって、そうじゃないと思うよ、別に。多分違うと思うんだけど、なるさん、もうすぐ着きます。着かない、まだでしょう。でももうそろそろだよね。もう今日26日だもんね。明けて27か。もうすぐ飛ぶ日になるよね。もうすぐ飛ぶ日になるよね。このチャンネル見てなかなかサイパン行こうって思う人あまりいないと思うんだけど、この
YT を見たのでわしは今年サイパンに行きますYT この YT この YouTube かを見たのでわしは今年サイパンに行きますありがとうございます。見なくてもうねさんは来てるでしょありがとうございます。そんなそう言っていただいてね、ありがとうございますなるさん、そうなんです。もうすぐ、ほんともうすぐだよね。もうすぐだね。うねさんもそうなんです。そうね。だけど女の子3人だから気をつけないとね。うねさんじゃないです。なるさん気をつけないとやっぱり。私も7月に行きます。7月っていつだ？再来月だ。ほぬさんは再来月なんですね。なるほど。なるほどなるほど。再来月いい時期ですよね。7月もね。7月もいい時期で、ほぬさんはダイバーさんだよね。違ったっけ？なるさん楽しんでねってなるさん楽しんでねって言ってますよ。そうなんですか。どっちが先か。そうなんですか。もうなんか会話がわけわかんなくなってきて、そうなんですか。で、なるさん楽しんできてねってなるさん言ってますよ。なるさんね。なるさんはまだね、サイパンリピーターのリぐらいに入った2回目だっけ。今月末来るのが2回目だ。でもダイビングはインターネットで、本当今の時代ちゃんとインターネットで調べて、それで行った方がいいよ。現地来てから予約より絶対インターネットでこうダイバーさんこう載ってると思うから、画面にこの人がいいなとかさそういう感じでとか、値段とか見た方がいいと思うよ。現地来てからだとなかなかほら、だって空いてるとかも分かんないし、ね、そのダイバーさんのショップにも予定ってものがあるだと思う。もうおかしくなってきた。あると思うから、なるさん紹介してくれないの？ほら好みあるじゃん。好みを全部教えてくれて、こういうとこはあるよっていうことはできると思うけど、私だってダイバーさんって今会って自分でちゃんと知ってるっていう感じで言えるのが、まゆきちゃんとハートオブダイバーっていうところと、そこ女性ね。であともう一つが言っていいのかな、あんまり宣伝してないところで、そこはイケメンさんで、ケンちゃん
ライトハウスっていうところ、あとマサダイバーやってると思うんだけど、若くもないしイケメンでもないと思うから優しいけどね、皆さんうねさん、皆さんたくさんサイパンに行ってるみたいだから勉強になります、助かります。うねさん一番行ってんじゃないの、来てんじゃないの。もうみんな私より多分知ってるよね。うねさん、ほぬさん、小太郎さん、みんな私より知ってると思うんだけどそう、その3人ぐらいしかちゃんと言える人が今いない、会ってないから。あとアクアコネクション、昨日一昨日あったちゃんとやってるって、アクアコネクションゆうまくんって言ったかな。まあ成田さんの息子成田さんの息子って呼んでたから名前聞いたんだけど忘れちゃった。そこぐらいしか、4つぐらいしか分かんないから。ダイビングショップ、あとウェーブさん、韓国人のここイケメンの、イケメン独身だ、ボート持ってる。そこぐらいしか知らない。あとはね、会ってない。あと会ってないから勝手に言うのも分かんないし、言ってるうちに入りませんよ。うねさん、言ってるうちに入りませんよ。言ってるじゃん、言ってるって言ってるとかなんとかよりも知ってるってだよね。知ってるよね。私よりはいろんなことを、サイパンのこと知ってるから。ビーチビールお尻ですからなるさん、未来のできれば知ってる人がいいな。なんで知らなくたって、ダイビングショップ今もしやってる人たちは結構ちゃんと潜れる人たちだと思うよ。だってこの辛い中でもやってる人たちだから、と思うけど、私の知ってるだってねえ、うねさんみたいな人が一緒にいれば一番いいのにね。ホヌさんもサイパンをいっぱいよく知ってるみたいだしね。ほんとね、私最近のサイパンを知らないから、その辺がちょっとかなり問題点なんですよ。でここのとこ結構ね、いろんな人に会って喋る、ここに 2,3 日かな、喋るようになったんだけど、テイスト・オブ・マリアンナとかで出会ったりして喋るように
なったけど、まあ、みんなね私の顔を見ると生きてたんだみたいな顔するけどまだいたんだみたいな顔するんだけど、お尻しか見てないので分かりません。お尻しか見てないうねさんお尻見んの大好きだからね。なるさん、だって本当のことを話すするからちょっともうなるさん5時多くない今日酔っ払ってるだから酔っ払ってる感じの書き方でもそんなにないよねまだねでもなんか今日5時多くない話するか話するからか私かそっか私が、間違いか。だって本当のことを話するからそっか私が読み間違えてんだ。話するからか話すまで続けちゃったからおかしくなったんだ今すいません申し訳ない。私が間違いでした申し訳ないなるさん申し訳ないそうなんです。申し訳ない。間違いは私でした。読み間違いでした。うねさんそうなんですね。そうなんです。じゃあ話するからっていうところを話すで止めちゃったからなんかおかしくなっちゃった。すいません。まあね、まあどうそうなんでした。ほぬさんそうなんでした今度新しいワードが出てきちゃったじゃないの今度は新しいワードが出てきちゃいました。また見えないようするよ。ダメまた見えないようするよ。何人だよまた見えないようするよ。ダメ見えないようしないで。それ見えないから。眼鏡かけても見えなくなるからもうダメそのサイズ禁止です。そのサイズ禁止ですようねさん。そのサイズになるとね本当にね見えない。もうねまずいよそのサイズは。この普通のサイズでも見えにくいって言ってるのにもダメだって。そのちっちゃいの何言って。そうなんです。ダメ大きいので書いて。普通ので書いてください。ダメですそれ。ほんとさちゃんとでもインターネットかなんかで今本当にね写ってるから写真多分今の時代ダイビングのインストラクターの写真とか写ってるでしょ。そういうんでこう見た方がいいよ。あと値段重要でしょ。値段安かったり高かったりとかでボート代っていうのも別にかかるからその辺も聞いた方がいいよ先に。
時に聞かないと現地来てから旅行会社かなって、YouTube は読み上げくんはないの？読み上げくん設定入れてないですね。どうやって入れるのかわかんないからっていうのが真実なんですけど、どうやって入れるかわかんない。OSB になんか設定しなきゃなんないらしくて、何かを設定すると何かがまた飛んでしまうんじゃないかという恐れがあって、だって読める範囲じゃん、こんな何百人何千人来てるチャンネルではないからさ、読める範囲なので読みたいと思いますけど、だってそんな棒読みくんだっけ、棒読みくんとかだよね。読み上げくん、ああいうの入れたらパラパラパラって読まれても終わっちゃうじゃん。わけわかんなくなっちゃうよ、余計に。なんて言ったって言って終わってしまうでしょ、きっと。だから自分で読み上げますね。旅行会社かなって、旅行会社で、聞いてみるの一番いいかもしんないよ。旅行会社で聞くと多分決まってるその旅行会社さんで決まってるダイビングショップがあると思うから、そこに紹介されるんだと思うんだけど、だからそこが旅行会社にとりあえず、だからグロットに行きたい、それもボートで行きたいっていうリクエストをちゃんと自分の行きたいところとそれを言った方がいいと思うよ。でそれがダメだったらダメって言われると思うから、と思います。と思います。ダメですか？ダメですかね。なるさん、1日だけだからね。ダイビングね。1日で2ダイブとか、もうそんなバリバリやる感じではなさそうだから。だって3泊4日でしょ。3泊4日で1日だけダイビング、他の日はなんか違うことするんだね。違うことって言っても何があるんだろう、サイパンで。まあね、ホテルの前とか行けばね、海沿い行けばさっきのなんだっけ、遊ぶものあるから、バナナボートとかパラセーリングとか、なんかしらサップもあるし、だ荷物は行きたいんだよね。荷物は行きたいんだよね、確かね。あれで荷物は行くって言ってなかった？でもダイビングやるのに荷物はなの？にも行くんだ。一人ダイビングやらないからか。そういうことかな。
そういうことかもしれないね。もしかしたらね、3人で来てダイビング2人だけでしょ。で1人はダイビングやらないんだもんね。だから2も行くのかなっていうことかな。想像で喋るしかないんでね。コメントがあと全然遅いからそういうことかもしれないよね。なるさん、そうなんですそうなんですかやっぱりそうですか。よかったです、当たりでね。そういうんでニモはね、ニモでまた楽しいと思うから、カヤックっていうのはあれなんて言うんだろう、カタマランの船カタマランの船みたいのに乗せてくれんのよ。このビデオに出てるやつね。これに乗せて、今の動画に出てるやつ、これに乗せてもらってニモのとこまで行くの。そんでそこでニモする何そこでシュノーケリングするんだそう、シュノーケリングもう何言ってんだよ私。そこでシュノーケリングをして、にも見るんだよ綺麗って何がだ、マニャガハトか。マニャガハトですね、これね。綺麗だよね。マニャガハトも行くんだっけちょっと水飲みます。マニャガハトも行くんだっけねちょっと待って、水飲みますなるさん行きます。マニャガハトも行くんだよね。この船で2も見に行くんだよ確か。この船だと思うんだ多分。なるさん、もう申し込んだ。何を申し込んだ。なんか申し込んだんだ。よかったね。ちゃんと申し込んでいかないとダメだよ本当に。現地来てフラフラ分かんなくなるかもしれないからね。申し込んどいた方がいいよバナナでマニャガハ行くのいいですね怖いけどね皆さんね、バナナでマニャガハとね、不安定だけどね。その前に落とされてしまうからね。ニモはこの船で行くんだよ。ニモバナナ乗ったことないけどうねさん乗ったことないの。本音さん、バナナからのマニャガハよき。そうなんだ。バナナ乗ったのなんてもうね、うん十年前しかないから。マニャガ
ガハ島って本当にね、あんまり上陸したことがないからね、ちょっとよくわかんないんだけどね。マニャガハ島はいつもね、マニャガハ沖に船を停泊させてマニャガハ似てるぐらいだったかな。あんまり上陸っていうことはあんまり数回しかしたことないね。こっからはマニャガハ島見えるんですけど、毎日今日はね、天気が曇りだったからちょっと一日涼しく、ちょい涼しく過ごせてるけど、バナナボートか。バナナボートはなるさ、あれバナナボートなるさに乗らないって言ってたんだっけ。なんかそんなようなこと言ってたような、言ってないような、忘れちゃった。にも行って忙しいね。にも行ったり、マニャガハ島行ったり、ダイビングしたり、忙しいね。3泊4日だっけ。ブンブンでなんか休みなしで遊び回るって感じかな。でお酒も飲むでしょ。大変だね。大変だな。4、50回中バナナ0回、ダイビング0回尻 100% なるさん、酒うねさん、尻 100% プラス酒じゃないの。なるさん、酒って酒とお尻でしょ。お姉さんは。なるさんはまあ一生懸命遊ぶんだろうから、まあね、若いからね、本当の年齢ならそれがまだ20代っていうことなんで、ちょっとね、まあ遊びまくっていい年齢ですよ。20代後半は、まだまだ遊べる。遊んで酒飲んで尻 100%。 尻か。うねさんは尻しかないんだね。バナナをやったことないという、いつもあそこにいるのに。まあいつもさくらのとこにいるのにバナナをやったことないというのはすごいね。いやー、若くてごめんでもね、ほんとね、まあ遊んだ方がいいよ。遊んだ方がいいと思う、本当に喉がガラガラだわ。あとは酒おっさんかよあとは酒って、いつもだってなるさんほぼ毎日のように飲んでるよね。
うねさんも毎日飲んでるって言ってたもんね。ほぬさんも飲んでる人なのかな、トラドさんも飲んでるのかな、わかんないや。ナバルさんは飲む前に寝てんのかな、わかんないな。あ、タカさんもいたよね。タカさん消えちゃったかなね。酒ってうねさんは海、私毎日飲まないよ。あ、そうなんだ、飲まないんだ毎日中は尻だけそんなに好きそんなに好きなんだ。そんなに好きなのね。なるさん、ほぼ毎日飲むの？おっさんか。なるさん、おっさんちゃう。ダイビングをしてお酒飲んでにも行って酒、おっさんとも言えないか。でも2も入ってなかったらおっさんちゃう。荷物ツアーがなかったらおっさんのスケジュールっぽいよ。ゴルフ入ってたらもう、そこにゴルフ入ってたらほぼおっさんのスケジュール感満載なんだけど。明日火曜日だよね。まだ20代まだ20代ね。もうすぐ30代ってことかな。じゃあもうすぐ30代に入るって感じかな。言っちゃダメ言っちゃダメ言っちゃダメなのそれ。30代が嫌なのかな。言っちゃダメ。あ、そう、言っちゃダメ。じゃあ言わないでおきます。わしパパ世代じゃんね、お姉さんパパ世代じゃんって。そうだよね、そうなってくるんだよね。ね、なるさんが30前でしょ。まだ20代だよね。20代でね。そうだね。親御さんおいくつぐらいだろうね。そうだね。親御さんおいくつだろうね。あら、私はママンだわ息子33歳だもん。そっか、うねさんね。あら、私はママンだって。ほのさんもね、ママになっちゃうよね。私たちなんてほんとそうだわね。なるさんまだ20代だよね。もうすぐって言っちゃいけないんだよね。もうすぐって言っちゃいけないんだよね。そうだよね。
ごめんなさい、ちょっとね、今喉がむせちまった。ごめんなさい、ちょっと待ってね。一回水飲む。一回お水飲みます。これだ。わし50代じゃないぞそんなことないですってのどういう会話になったこれ息子33だもんってお姉さんは何年いくつだかねなるさん、まあ28歳か9歳だっけね。まだ若いから。あれないなくなった。ちょっと待ってね。あった。そんなことないですが、どこに話がつながったんだろうこれ息子パパわしぎり40お姉さん40なの息子30ぐらい33でギリ40代なの息子33でそれやばいだろ。なんか本かけちゃうじゃん。普通に本かけちゃう世代だよそれ。なんとかの日記とか33歳で49歳じゃ超若くなっちゃうよ中学生で子供を産んじゃったっていう状態になっちゃうよね。それってすごいんだけど、そうしたらね、サイパンもね、こうリピーターさんたち、こううちのチャンネルにはリピーターさんが本当来てくれるから、サイパンのリピーターさんだよね。サイパンのリピーターさん、うちのチャンネル来てよく怒んないよね。サイパンの文句ばっか言ってるのに、政府の文句ばっか言ってるのにもうね、私は治安がなんとかね治ってくれないと投資とか進めらんない。中学がないでしょって中学生ぐらいじゃないの？16歳とか違ったっけね。治安が良くなってくんないと、なるさんみたいなほら若い女の子たちが来ると男の子も来るでしょ、旅行に。女の子の方が絶対先なんだよね、ほぼ。女の子があそこには行くと、あそこに行くと女の子がいるからあそこの島行ってみようよってことに結構なるんだよね。男の子が先じゃない。今の時代が違うのかな。逆もあるもんね今ね。推し活って言って、そうだよね。男の子のだって逆もいっぱいあるんだ。そう、うねさん、ナンパ旅。なるさん、逆多いですよ。やっぱ逆もあるか。時代が違うんだよね。だって韓国のイケメンのところにバシバシ通う日本人の人たちめちゃくちゃいるじゃん。若い女の子とか
からさ、ご年配の方まで。だから今男の子の方がもしかしたら動かないかもしれないよね。今の世代の子、サイパンは逆難ありましたよ。ああ、お姉さん逆難されたんだ。嬉しいことですね、それは。だから今の時代の子って意外とこう追っかけで行ったりするからね。サイパンっていう場所柄で昔ホストクラブができたんだけど、もう一瞬にして叩き壊されたから。ホストクラブとかね、本当はねあったらいいと思うんだよね。しかも韓国人とかあったら、今の時代はめちゃくちゃ日本から女の子、若い子が来て、その若い子を目当てに日本の男の子が来るとか。だから日本の男の子たちが今動かないっていうからね、若い子たちが。そんなことないのかな。日本語上手ですねって言われて女子大生が多かった。あ、そうなんだ。あらら。ね、それはちょっとお姉さん珍しいことだと思うから、お姉さんモテモテなのね。じゃあだからね、サイパンっていう土地柄だから、もうめちゃくちゃジェラシーが強いチャモロの人たちが。その時もだからチャモロの奥さんたちがホストクラブに行っちゃって、奥さんとか彼女が行っちゃってすぐ潰された状態だったから、一瞬にしてなくなった。私も1回ぐらい、12回行って次行ったら違うのになってたって感じだったよね。12回行ったかな、みんなで。ロシア人のホストクラブだったんだっけな、確か。ロシア人のホストクラブでフィリピン人も働いてて、でその後いつの間にかフィリピンの女性に変わってたって感じになっちゃったんだよね。もう店の中壊されて大変だったみたいだし。だから土地柄で、普通そんなことやったら逮捕されるでしょ。壊しに行っちゃったりしたら逮捕されないんだもん、ここは。そういう人たちが。だからまたそういうことがあっても、そういうお店ができたらね、いくらトレンドだとしても潰されちゃうから。もう昭和初期の日本のような状態。昭和初期だよね、ほんと。みんなやってることが、警察も政府もそうかもしれない。もう私に関して言えば、私に対しての警察官はもうみんな昭和初期だからね。ほんとなんか俺は警察だみたいな状態でやるし、今日本の警察官でそんな人いないでしょ。だね、そういうところからね、治っていかないとね、絶対ダメなんだよね。そういうのがね、本当に。また砂糖を生産しますか。本当だよね。本当そういう、まだ時代がそういうところのね、頭でいるんだよ。
本当にそういうまだ時代がその辺で止まってんだよね、考え方の日本の昭和初期よ本当に。銅像を作ってもらわなきゃ。銅像作っても持ってかれちゃうよ。だってこの間も持ってかれちゃったじゃん。銅像作ったって持ってかれちゃうような島なんだから壊して。でそれも逮捕されないんでしょ。どうなってんのかなって感じ。買った方も売った方も犯罪だと思うんだけどね。そういうのがしっかりしてないから全然まだやるわけよ。こんな小さい島でさ。そういうところね、捕まえたら自分の身内だったっていうことになったりするんだろうね、結局は。狭い島だからさ、そういうことがあるからダメなんだよね。本当にそういうところ嫌です。そうでしょう。そういうところ嫌です。そういうところに来るんだよね。だけどね、そういうのがってちゃんそういうところっていうんだ。そういうところちょっとちゃんと覚えないとね。そういうのがね、ほんと治んないとね。だけどその辺のところがさ、だからこそあんな50万ドルかけてる場合じゃないんじゃないかっていう今日は話したんだよね。本当に50万ドルなんで50万ドルなんだろう。日本のが安いと思うよね。日本とか韓国の直オーダーの方が今時はめちゃくちゃ安いと思うんだけどね、本当に。マニャが綺麗だね。これ全編見たい人は後で貼っとくんで全チャンネルを見てください復活のスタートが見つからない状態。誰が？サイパンが？姉さん、復活のスタートが見つからない状態状態って聞いてる？私？サイパン？誰？どれかな。サイパンかな。どれかな。サイパンのことかな。私のことかな。どっちのことか。どっちのことか。どっち？なるさん、どれ出た。どれ復活のスタートがサイパンはもう何してるのって感じだよね。一昨日のお姉さんどう思います？地下アイドル知ってた？そういえば知ってました？お姉さんは。さっきなるさんとかにも聞いたけど知らない。サイパンサイパンね。復活のスタートを探ってる。
探ってるけどやり方違うんじゃねえのっていうようなことばっかりやってるから、使うとこ違うんじゃねえのって感じだよね、私から言わせたら。そんなとこにね50万ドル払うぐらいだったら、今やってる人たちにもっと支援してくれたり、私みたいな貧乏人に支援してくれたりした方がね、今を守っていかないと、今やってる人たち、守んないと、もっと潰れちゃったら目も当てらんないじゃん。なんか深読みすると、もう潰して早く出てってっていうことをやってんのか、そんで軍事体制にするから早く出てってってやってるのかともなんか思えちゃうよね。だって韓国の合唱団の人がサイパンを宣伝できる、地下アイドルの人たちが宣伝できるでそんでいて50万ドルなのってもう意味が分かんないんだよね、本気で。峰さん知ってた？あの人たち地下アイドル。20来たの？20がサイパンにサイパンの観光大使かなんかで来たの？峰さん何地下アイドル、一昨日の動画、地下アイドル知らない20来たって、ただ来ただけならいっぱい来てるよ、サイパン。ただ来ただけならいっぱい来てるけど、20が宣伝しに来たの？サイパンに。20ってなんだっけ？韓国のアイドルだよね。カラなら知ってるけど20は分かんない。聞いたことあるけど、カラを知ってるって言っても顔を知ってるわけじゃないけどね。顔とかを知ってるわけじゃないけど、なんか踊ってんのを見たことがテレビであるっていうぐらいだけだけど、20は知らない。聞いたことあるだけ。今女の子たちで、漫才ではさ、お笑いブームでは、お笑いの世界では40代過ぎて売れる人がいっぱいいるけどさ、今若い子ではやっぱりもう10代とかでしょ。20のサイパン旅ってやってた。あ、そうなんだ、やってたんだ、知らない。いつやってたの、そんなの。コロナ終わった後？韓国の子たちだよね。韓国のユニットだよね。違ったっけ？違ったかな、わかんないんだけど。だけどね、そんなサイパンって名前がついてたんだ。それ結構すごいよね。サイパンって名前がついてたっていうのは。20のサイパン旅、
本人もいたよ。あ、そうなんだ。日本人も入ってるユニットなんだ。ユニットグループなんか何人かのグループっていうのでは知ってるけど、よくは知らない。カラノが売れてるよね、確か。20で20韓国のね人たち、韓国のどうせなら男の子じゃないとね、やっぱ女の子じゃダメなんだよ。女の子は男の子が動かなきゃなんないじゃん。今男の子の動く時代じゃないじゃん。男の子の若者がひょい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 昔みたいにさ、ナンパしに新島とかに行くとかさ、そういうのないじゃん。女の子たちがそこにいるからって言ってナンパ島みたいな。スーパーモンキーズしか知らんがねさね、今やっぱり女の子の方が動くから、女の子をターゲットにしていろんなもの作んないと男の子動かないもん。若者の男の子動かないじゃん。女の子の方が活発に動いてるようなイメージがあるしだから20じゃダメだったんじゃないかな、多分男の子の韓国グループをぴょいって呼んだ方が、そういう番組にした方がまだ動いたと思うんだけどね。なかなかだよね、本当に。ターゲット層を読んでないんだもん。なんかにマリアナ MVP だっけ、 MVP じゃない MVA。 あ、じゃあね来た。ねえ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 、ご飯食べた？ねえねえが来た。なんかね、やってることがね、なんだか意味が分かんないんだよね。実際今動いてる子っていうのは男の子じゃない。昔はほら男の子が女の子を追いかけてナンパしに行く、それこそ新島だのなんだのって言ってたけど、それ今ちょっと逆になってる感じがするんだよね、世の中的に。韓国の方は女の子のが動いてるかもしれないと思う。男の子の方が後だと思うんだけど、あ、違う違う、韓国の方は男の子の方が動いてるような気がする。いろんなものを見てるとね。男の娘なんだ男の娘ね、時代がちょっと変わってきてるんだよね。変わってきてるし、それをね、なんか読んでないでジタバタしてる感じがね、もうサイパン政府ね、どうしてこういう感じなんだろうって。で、おかしいのが、大の大人がこういろんな人たちが集まって喋ってるのに、男の子男の子ね。そうだよね。日本は男の子だよ。女の子の方が、韓国はだから違う、日本は動く気がするんだよね。
何か考えるしかないの。考える人たちがだから大の大人がより集まってガシャガシャミーティングをしてるというのに、あれぐらいの考えしかアイディアが湧かないのかなって。例えば女装の島とかそっち行っちゃうそっち行っちゃうのねさん、みんな女装するのだからさ、今男の子が動かないから女の子が動くから、韓国の人たちをバンと入れてくるとかね、韓国のイケメンを入れてくるとか、よくね中国人のバーとか、前に私の動画で流してるけど、ライブじゃなくて動画の方で中国人の結構豪勢なバーとかやってるんだけど、こんな広いとこでどうやってお客さん集客するんだろうと思うんだよね。超4ピル古すぎる。わかる、私も古いけど古すぎる。中国のバーでそこにあるブラボーさんとかでかいのよ、箱が。とにかくそれでいて普通のレストランっぽいようなバーのようなレストランのような、何がこう持ちこたえさせてるんだろうと思うよね。だってあの辺のバー隣にもあるんだけど、隣がフィリピン人がやってるバーで両方入ってないよ、そんなに。私と行く時間だからかもしれないんだけど、見る時間がね悪いのかもしれないけど、ガサって入ってるようには見えないから、すごいなと思う。あれであんだけの大きな箱を維持しているっていうのがちょっとびっくりなんだけど、レンタル料だってかかるし、電気代だってかかるわけだし、電気だってこうとついてるしさ、もうその電気料金とか箱代考えただけで恐ろしくなるもんね。なんか震え上がっちゃう。あんなに電気つけてって思っちゃうもん。あんなに電気つけて、あんなにエアコンかけてって、すっごいなんかそういうなんか寂しいところの目で見ちゃうよね。昔みたいにね、ほんと人が練り歩ってるような状態ならいいけど、全くでしょ。本当に一人も見ないっていう状態だから、とりあえずまた T シャツ工場を作りましょうね。もうだから本当ね、なんかああいうのを誘致しなきゃいけないんだと思うんだけどね。でアメリカの中では賃金が安いけど、これでだってさ、グアムってどこの人？私グアムみたいに給料を高くしてなんてやってったら、本当今ある会社たちがね、もうやっていけなくなっちゃうから、人を入れるしかないよね。従業員ってこと？観光客は入れてほしいよね。それは入ってほしいんだけど、人っていうからには、うねさんが言うにはやっぱ
人手っていうことだよね。人手もね、だからビザが難しくなってきてるから、多分2029年で CW は終わりって一応言ってるんだよね。 CW1 っていうビザで、今あるビザが E ビザ E2C ってやつ、サイパン限定の投資家ビザで5万ドルから10万ドルの投資をしないとならないっていうビザね。だから5万ドルだ、500万から1000万ぐらいの投資をしてる人が取れるビザが E2C っていうやつがあるんだけど、E2C は働いていいんだっけな、忘れちゃった。何？ちょっと待って、ねねが泣いてんの？いや、なんかなんかすごい切ない声で泣いてんだけど、どうしたの？だからあとあるのが、この間も話したなんとかなんとか B、 全然ワードになってない NAB じゃなくてなんとかなんとかとかっていうビザ、3つの文字で出来上がってるビザ、なんて言ったっけな。子供が生まれて、なんか猫がね、お姉さん、猫がね、猫だか子供だかみたいな声で泣いてたから、ちょっと何と思ったの今。ほら、何？ちょっと待って。何？人がいる？ちょっと待って。何？すいませんすいません、びっくりしちゃった。猫がガシャガシャンってやったから、もうびっくりしちゃった。外の子たち、すいません、超ビビった、めちゃくちゃビビった。ライフル構えろライフルね、うちあったんですけど、空気銃のライフルあったんだけど、従業員が持ってっちゃったみたい。
昔の従業員が400メートル先の鳩も狙えるって書いてあるライフルだったんだけど、多分ね盗まれた、持ってかれちゃった。にゃーにゃー、どうしたの？あ、すいませんなるさんもすいません。よかった、焦った、すいません。ガタガタって落としたからね、ちょっとビビりましたね。はい、もうこんな時間だったの？何時間喋ったの私すいません。もう最後の最後でびっくり、みんなびっくりさせちゃって申し訳ない、心配かけて。それでは今日もありがとうございます。なるさん、うねさん、なるさん、うねさん、ほぬさん、たかさん、なばるさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。あとこたろうさん、ありがとうございます。また明日配信したいと思います。明日はちょっとガラパンのね、またね新しいのをちゃんと出したいと思います。うねさん、おやすみなさい。ありがとうございます。それではまた、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。何でもなくてよかったです、本当に。すいません、ありがとうございます。ではでは、おやすみなさい。失礼いたします。おやすみなさい。